今回は紙バンド作品の編み方の一つ、四つ畳編みをご紹介します。石畳編みとも言って、側面や底、また飾り編みとしても使います。それでは始めていきましょう。四つ畳編みは倒し編みと通し編みの2種類あります。表側は同じですが、裏側の編み目が違います。写真のように縦と横の編み紐を別のカラーにして、裏側の編み目を表側にすることもできるので、作りたい作品に適した編み方を選びましょう。必要な分だけ材料をカットしておきます。編み紐を半分に折って中央を決めます。縦にします。2本目の編み紐も半分に折り、中央を決めます。縦の紐に挟みます。縦の紐の中央の折り目の少し下に2本目の紐を挟みます。横の紐の手前の紐は水平にします。下側の紐は一旦手前に輪を作るように折ります。輪に折った紐を縦の紐の下側に通します。縦の紐の折り目の位置は横の紐の上あたりに来るようにします。縦の紐を折って横の紐の下になるようにします。縦の紐を上に折って折り目をつけます。戻して右上の輪の中に入れます。指さしている折り目を指で押さえながら左の紐を引いて締めます。これが四つ畳編みの倒し編みです。裏側は縦の紐が上に来ています。編み紐を半分に折って中央を決めます。縦にします。2本目の編み紐も半分に折り、中央を決めます。縦の紐に挟みます。縦の紐の中央の折り目の少し下に2本目の紐を挟みます。横の紐の手前の紐は水平にします。下側の紐は一旦手前に輪を作るように折ります。輪に折った紐を縦の紐の下側に通します。縦の紐の折り目の位置は横の紐の上あたりに来るようにしましょう。縦の紐を折って横の紐の下になるようにします。ここからが倒し編みと違う編み方になります。折った紐を戻して右上の輪の中に上から入れます。縦の紐を上に折って折り目をつけます。戻して右上の輪の中に入れます。指さしている折り山を指で押さえながら左の紐を引いて締めます。これが四つ畳編みの通し編みです。表側は倒し編みと同じですが、裏側は横の紐が上になっています。倒し編みで続けて編んでいく方法をご紹介します。紐を追加して四つ畳編みが編めた横紐に長さを合わせます。この位置に紐を合わせて折ります。ここで長さを合わせて折ると
後に作った編み目の紐の端の長さが揃っていきます。1回目の四つ畳み編みの上に紐を挟みます。あとは1回目の四つ畳み編みと同じです。下側の紐は一旦手前に輪を作るように折ります。輪に折った紐を縦の紐の下側に通します。縦の紐を折って横の紐の下になるようにします。縦の紐を上に折って折り目をつけます。戻して右上の輪の中に入れます。指さしている折り山を指で押さえながら左の紐を引いて締めます。四つ畳み編みが2個できました。3個目も編めたところです。1個目の四つ畳み編みは編み目の中心になるので、今度は下側に編んでいきます。上下を返します。交互に編むことでバランスよく仕上がります。先ほどと同様に編んでいきます。6個目が編めたところです。2列目を編んでいきます。90度回転させます。次は横になった紐の長さに合わせます。新しい紐を折ります。列の上に編んでいくので編み目の上に挟みます。長さを合わせた紐が上になるようにしましょう。ここからは先ほどと同様に四つ畳み編みを1個編みます。2列目と1列目の間に隙間が開かないようにしましょう。裏に返すと編み目はこのようになります。今度は薄いベージュの紐が上に来ています。2列目の2個目を今編んだ左側に編んでいきます。横の紐端で2個目の縦の紐を挟み、長さを合わせて折ります。四つ畳み編みの編み目1個分の幅で折ります。ここからは先ほどと同様に四つ畳み編みを1個編みます。赤い丸で囲ったところに隙間が開かないようにしましょう。同じように2列目を編んでいきます。1列目、2列目が編めたら、3列目は反対側に編んでいきます。回転させます。
右端から編み進めていきます。3列目が編めました。裏側の編み目はこのようになっています。今回は四つ畳み編みをご紹介いたしました。この他にも紙バンドの基礎や編み方の動画があるので、ぜひご覧ください。